こんにちは、MJWS 編集室です。今回の動画はタイトルの通り、Google Earth スタジオを使用した多摩モノレール町田延伸ルートの紹介です。当編集室でも幾度となく取材に訪れた多摩モノレール町田延伸ルートですが、今回は最近の工事の進捗状況やトピックスを紹介しながら、実際に Google Earth 上でルートをたどっていきたいと思います。ルートの概要は途中挟む形式で紹介したいと思いますのでご容赦ください。それでは早速スタートしましょう。多摩モノレール町田延伸ルートの紹介は、新たな終点となる町田駅側から画像の位置に多摩モノレール町田駅が配置されると推定されます。むしろこの区間においては選択肢が他にありませんので、延伸が実現した場合、ここに駅ができます。町田駅を出た多摩モノレール町田延伸ルートは、現在の原町田大通り、都市計画道路名称、町田3、4、11号を北東に進み、一路、芹ヶ谷公園を目指します。この原町田大通り、都市計画自体は芹ヶ谷公園まで続いているものの、現在は原町田5丁目交差点でストップしています。多摩モノレール町田延伸計画では、これらモノレール帰属道路の整備遅れが延伸決定の足かせとなっているのですが、この原町田5丁目交差点より芹ヶ谷公園までの区間についても工事の着工が実施される手前まで来ました。2021年の5月には該当地域の方々向けの整備説明会が町田市より実施されました。当室でもこの説明会に参加し、内容の確認を行いました。道路は片側1車線で計画され、計画段階ではあるものの、既存道路の町田駅側は公園内の歩道に、公園側は地域住民用の道路として計画されている旨、説明が実施されています。事業範囲は、町田街道原町田5丁目交差点から芹ヶ谷公園を横断し、町田市道542号線までの約520メートルの区間で、町田街道原町田5丁目交差点よりおよそ半分が原町田大通りに続く配置道路、後半部分が橋梁区間として整備される計画です。芹ヶ谷公園側で将来的に現状未整備区間である36号線に接続されることが想定されていますが、36号線については、今段階、検討が進められている状況にあるとのことでした。現状のトピックスを少しご紹介しましたが、この芹ヶ谷公園にも、多摩モノレール、町田延伸が実行された際には、芹ヶ谷公園駅が設置されるものと推定されます。芹ヶ谷公園駅を出たモノレール延伸ルートは、さらに将来的に設置される町田36号線を伝い、北西方向に進んでいきます。町田36号線については現在、町田市民病院付近まで道路の設置工事が進んでいます。この区間については後ほど紹介させていただきますが、当室が取材させてもらっている現地住民の方々の認識以上に、道路的には、東多摩モノレール町田延伸については、現実味を帯びてきていると感じています。動画上、素通りしていますが、この地域についても、町田市が主体となり、簡単に言うと、用地取得が先行して実施されています。多摩モノレール町田延伸ルートは、町田朝日体育館を過ぎたあたりで、向きを左手に変え、町田市民球場の裏手を進んでいきます。
画像の中央に見える敷地及び建物は、共和キリンさんの東京リサーチパークです。右手に空き地のように見える部分は、都市計画道路の設置を見越して開けられた箇所となっています。画像には、町田市民病院が見えてきました。多摩モノレールの町田延伸時には、この町田市民病院近傍に駅が設置されるものと推定されます。この町田市民病院近くでは、町田36号線の建設が待ち最中。市民病院及び、この先の木曽団地南交差点までのおよそ900メートルの区間が対象で、観光、つまり開通は2023年が見込まれています。病院側では、朝日町立教の表題設置工事が進められていて、今現在、道路部分に該当する橋が架けられた状態まで進んでいます。こちらの木曽団地南交差点から桜美林大学までの区間は、すでにモノレール導入区間となりうる都市計画道路が完成している区間ですので、ざっくり進んでいきましょう。なお、画像付近周辺は、木曽団地や山崎団地などの大規模な団地が立ち並んでいる区間となっています。モノレール延伸時はこの付近に、木曽山崎団地駅が配置されることが推定されます。なおこの一部区間については、団地のグラウンドレベルが上部、道路のグラウンドレベルが一番下となる下部に配置されていて、複合的な構造の道路となっているのが特徴で、駅が設置される場合も、独特な形状を有した駅舎となることが考えられます。すでにお気づきかと思いますが、道路の中央分離帯が広く取られているのも、将来を見越しているということが言えるでしょう。さて画像には、忠雄公園大橋が見えてきました。この橋についても、将来のモノレール延伸に対応した設計となっていることが特徴として挙げられます。ここから先、町田36号線は、忠雄地域を走っていきます。忠雄地域については、忠雄土地区画整理事業によって、1970年代にすでに整備されていた区間、町田36号線としては、比較的古い道路と位置づけられます。忠雄4丁目交差点付近で、ルートは北西方向へ向きを変え、桜美林大学付近に至ります。なお、この桜美林大学付近にも、駅が設置されるものと推定されます。ここまでモノレールが帰属してきた町田36号線は、ここから町田20号線に帰属道路を変え、桜台通りに入ります。画像に見える尾根緑道を上部で越境。左手に小山田桜台団地を見ながら北東に進んでいきます。なお、画像に見えてくる右カーブは下り坂になっています。この下り坂を下っていった地点で、今現在町田20号線は行き止まりとなっていて、ここから先、多摩センター側のモノレール帰属道路となる156号線まで道路がありません。画像の中心には、小山田緑地公園用の駐車場が位置していますが、将来的には、この辺りに道路が設置され、モノレール延伸時には、駅が設置されることでしょう。しかしながら、道路自体の都市計画決定も、現段階ではなされていない状態ですので、今後、計画の決定が必要になってきます。モノレール延伸計画のリーフレット等では、今現在、道路計画がない区間として表記されているのが、この区間、ということになります。都市計画自体はないと説明しましたが、
接続が予定される都道156号線の位置関係から、おのずとおおよそのルートは想定されていますので、ざっくりではありますが、この周辺を進んでいきましょう。画像の中心近くに見えてきたのが、現在の都道156号線、整備が完了している多摩南の交差点からは、通称、多摩モノレール通りという愛称で知られています。今現在存在していない町田3、4、20号線の小山田緑地川ですが、この辺りで都道156号線に接続し、以降多摩センター駅方向を目指していくこととなります。都道156号線は、多摩市側の境界線より以降は、しっかりとした4車線道路、多摩南の交差点以降は、6車線道路として整備が完了しており、とても立派な道路となっています。多摩南の交差点では、南多摩尾根幹線道路、通称、尾根間とクロスします。多摩モノレールのマスタープランでは、多摩モノレールの八王子ルート、およびこれまさルートと、この位置でオーバークロスする構想もあったりと、モノレールマニアの間では、比較的有名な地点となっています。この話は長くなってしまうので、またいつか別の動画で紹介します。繰り返しになりますが、以降、多摩モノレール町田延伸ルートは、この都道156号線に沿って、多摩センター駅を目指すこととなります。現地にはよく撮影に訪れていますが、本当に立派な道路です。画像左手に見えるメタセコイア通りでは、先ほど紹介したモノレール八王子ルートが分岐していく構想でした。さて、多摩モノレール町田延伸ルートはいよいよ、多摩センター駅近くまでやってきました。この辺りは道路の幅も、中央分離帯も悠々と確保されていますので、延伸が着工してしまえば、比較的スムーズに工事が進んでいきそうです。ちなみに、画像中央には、高さの高い歩道が位置しており、モノレール延伸時に邪魔になるのではという意見を聞きますが、モノレールの軌道は、多摩センター駅を出た直後で上り坂に転じ、この歩道を上方で越えていく予定です。さて、走行しているうちに、多摩センター駅に到着してしまいました。多摩モノレール町田延伸ルートは、画像に見えている軌道末端部に接続し、以後、これまで辿ってきたルートで、町田駅を目指すこととなります。動画の中でも説明しましたが、今現在、延伸に向けた課題としては、町田側の都市計画道路、町田3、4、20号線の未確定区間の決定、そして、町田3、3、36号線の未着工区間の整備という状況まで来ています。なお、多摩センター駅では、京王線および小田急線の多摩センター駅と接続され、町田市民にとっても大変利便性が向上します。ここまで多摩モノレール町田延伸ルートを見てきましたが、いかがでしたでしょうか。無論、当延伸計画については、現段階で正式なルートは示されていませんので、あくまで想定ルートとなります。多摩モノレール町田延伸ルートは、このルートを採用した場合、全長 13km 程度の規模となることが推察されます。多摩モノレール延伸計画については、該当路線は、事業化に向けて関係地方公共団体、鉄道事業者等において、具体的な調整を進めるべき、と位置づけられ、いよいよ、整備着工に向けた前段階まで来ている状況となりました。町田市においても、モノレール整備に関する推進室が設置され、
地域商工会議所でも、延伸に向けた機運醸成活動が行われるなど、官民による延伸推進活動が活発化しています。これに対する東京都の対応を含め、今後の展開が非常に楽しみな状況となっています。以上で、今回の動画を終了します。また次回お付き合いいただけると幸いです。さようなら。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。